僕の名前はペドリート X。本当の姓を明かさずに謎めかして X と書いておく理由はもうみんな知っているはずだ。僕はまだ小学生の子供だ。だからもちろん独身。だけどとても有名になった一冊の本を書いた。アミ小さな宇宙人というその本は、正確に言えば僕が話したことを小説を書くのが趣味のいとこが筆記したものだ。僕のいとこビクトルは銀行で働いていて、時間を見つけては僕の家に来て小さなタイプライターを打った。こうしてアミ小さな宇宙人は出来上がった。ビクトルは僕のこの本のことを子供向けの単なる馬鹿げたおとぎ話だと思っている。なぜ彼がこの仕事を引き受けたかというと、いつかそのうち本当の本、もっとずっと真面目な本を書く時の練習になるからだという。彼が書こうとしていたのは、知的欲求不満者の苦悶とかいう、なんだかとても退屈でつまらなさそうなものだった。でもビクトルはこの星や UFO やそして愛を扱った僕のアーミが成功したもんだから、今度はさらに広い宇宙を舞台にした小説を書こうと考えてる。だから僕がどうやって宇宙や宇宙人のことを想像したのかとても知りたがってる。僕はただ自分が見たものを話しただけであって、勝手に想像したことじゃないといつも言ってるのに、全く信じようとしないで、僕のことを作り話をでっち上げる名人だと言ってる。でも僕がアミの中で語ったことには、ひとかけらの作り話も混じっていない。アミは実在している。彼は宇宙の遥か彼方の遠い星からやってきた僕の友達なんだ。彼とはもう夏も終わりかけたある日の夕暮れ時、人気のない寂しい海岸で出会った。彼は僕の考えていることを全部見抜くことができるし、カモメのように空を飛ぶことも、大人に催眠術をかけることだってできる。小さくてとても10歳以上には見えないけど、UFO の操縦はできるし、テレビよりもずっと複雑な機械を組み立てることもできる。自分のことを教師か使者のようなものだと言ってた。多分本当は大人なんだと思うけど、子供の体と心を持ってるんだろう。彼は僕を空飛ぶ円盤に乗せて地球のいろんな国へほんの数秒で連れて行ってくれた。それから月にも連れて行ってくれた。月はまるで乾いたチーズをルーペで拡大してみたような不毛なところで、太陽は出ていても空は真っ黒でいつも夜だった。だから僕は月のことを全く好きになれなかった。でもアミは全てを楽しんでいた。ただ肉を食べることだけを除いて。彼はいつも動物たちがかわいそうだと言っていた。その後でアミは僕をオフェルという美しい星に連れて行ってくれた。それは地球の太陽より400倍以上も大きくて、赤い太陽の近くに本当にある星なんだ。そこではお金というものが存在しない。皆それぞれの良心に従って必要なものを必要に応じて自由に持っていったり与えたりしている。嘘つきや不正を働く人が一人もいないから、警察も鍵も鎖も鉄条網も鉄格子も壁も何も必要じゃないし、面倒な書類もない。星全体が一つの国で、皆兄弟だから軍隊も戦争もない。もちろん地球のようにいくつもの宗教によって対立することもない。神は愛であり、それが全てだ。みんないつも良いことをするよう心がけて、毎日少しでも進歩するように努力して生きてる。そして同時に毎日をとても健康的に精一杯楽しむことも忘れていない。
そこでは全てが自由であり、人に強制したりされたりということが一切ない。アミは地球の人々もオフィルの人々のように生きることができると言った。そのためにはアミが教えてくれたこと、つまり愛が宇宙の基本法であることを知る必要があり、すべての人がそれをきちんと理解できれば、その他のことはとても簡単なことだ。でもそれをしないと地球の自滅はもう避けられないことだと言ってた。なぜなら科学のレベルの方が愛の水準をはるかに上回ってしまった文明というのは、自滅するのに必要な条件を全て満たしてるから。そしてそれが今地球に起きていることなんだ。だって僕たちは文明人じゃないからね。アミは文明人と呼ばれるには次の3つの基本的な条件を満たしていなければならないという。1つ、愛が宇宙の基本法であることを知ること。2つ、国境によってバラバラに分裂している世界をたった一つの国に統一すること。3つ、愛がすべての世界機構の根本となっていること。アミは3つ目の条件について家族を例に出して説明してくれた。つまり世界中どこででも家族は皆愛によって結ばれていて、仲良く与え合って生きてる。他の星のすべての文明世界の人々はそうやって生きているという。そしてまた文明世界が集団的に未開世界と関わりを持つことは宇宙の方で禁止されていて、未開文明の進歩発展のためにはあの神秘的な救済計画にのっとり、ほんのわずかにそれをほのめかすことぐらいしかできないということも教えてくれた。アミは僕が彼と一緒に経験したすべてのことを一冊の本に、それも本当のこととしてではなくおとぎ話として書くように言った。だから僕は彼の言った通り、アミ小さな宇宙人の中で語ったことをすべておとぎ話だということにしたんだ。今ここでそれをもう一度繰り返そうと思う。そう、僕は決して宇宙人なんかと知り合いにならなかったし、もちろん進化した星に旅したこともない。これはすべて皆僕の勝手な空想であり、単なるおとぎ話にしか過ぎません。もし多くの人々がアミの言ってることは本当のことで、自分たちが受信している宇宙からのテレパシーのメッセージと同じだと言ってるとしたら、それはもちろん何かの偶然です。ペドリート X。あ、それから最後にバラ色の世界へ行ったことを話さなければならない。そこにはもっとずっと成長した未来の僕自身がいた。そしてずっと昔から長い間僕を待ち続けていた女の子がいた。明るい青い肌をして日本人のような顔つきをしていた。僕たちはお互いにとても深く愛し合っているように感じたんだ。でも突然すべて消えてしまった。これは僕が何度も生まれては死んで生まれては死んでを繰り返した後のずっと先の別の人生のことだとアミは教えてくれた。でもそれは随分と後になるまで僕にはよく理解できなかった。僕はおばあちゃんと二人きりで住んでる。毎年夏の終わりにバカンスで海へ行くけど、去年の夏はお金がなくて行けなかった。それはとても悲しいことだった。だって僕が本を書いたらアミはまた戻ってくるって言っていたから。海へ行けばきっと海岸でまた彼に会えると思っていたからだ。最初僕はこの体験をみんなに話したくて仕方がなかった。でもアミもビクトルも黙ってるようにと僕に忠告した。そんなことを話したらみんな僕が気が触れたと思うからって。実際ビクトルは僕のことをそう考えてる。新学期が始まると僕はそれを無視してクラスの仲のいい友達の一人にあの素晴らしい物語を話した。
だけど話はまだ UFO のところまで行かないうちに、その友達は突然大笑いをし始めた。僕は慌てて、今の話はみんな冗談で、ちょっとからかってみただけなんだと言ってごまかすしかなかった。そんなわけで、またかろうじて以前のように普通の子供でいられるというわけだ。だから僕はどうしても自分の正体をはっきりと明かすわけにはいかないんだ。戻ってきたアミ。第一章、疑いの気持ち。遠く宇宙の彼方、地球よりはるかに進歩した文明を持つ星から、とても知能の優れたのみがやってきて、地球の人間をテレパシーで操り、ウラン鉱石を地球から運び出させる。僕のいとこはこんな筋の実にバカバカしい小説を書こうとしていた。僕にはあまりにもマンネリ化した退屈な、しかもとてもグロテスクなものに思えた。それをして彼は気分を害した。彼は僕とアミとの冒険がひょっとして夢じゃなかったのか、今まで一度も疑ったことはなかったのかと聞いてきた。僕は最初全く相手にしなかった。でも彼はしつこく何度も聞いてきて、夢ではなく現実であることの証拠を求めてきた。僕はアミがくれた宇宙のくるみをおばあちゃんが食べたことを話した。そこで二人しておばあちゃんにその事実を確かめに行くことにした。おばあちゃん、ビクトルは本当におバカなんだよ。アミからもらったくるみのことみんな夢だなんて言うんだから、おばあちゃんからはっきり言ってあげてね。本当に宇宙のくるみ食べたよね。何のくるみだってペドリート。宇宙のくるみだよおばあちゃん。一体いつのことだい？と大きな口を開けて驚いたように言った。これを聞いてビクトルは僕をバカにしたように見ながら勝ち怒ったような笑みを浮かべた。一番最後に海に行った時のことだよ。覚えてるでしょ？ビクトルに話してあげてよ。二人とも知ってるだろうけど、私は近頃物忘れがひどくてね。今日だって財布をスーパーに忘れてきてね。牛乳屋さんが集金に来た時、家の中をそこいら中探し回ったけど、どこにも見当たらなくてね。でもおばあちゃん、宇宙のくるみ食べたのは覚えてるでしょ？とても美味しいって言ってたじゃない。牛乳屋さんに一緒に肉屋まで行ってもらったんだけどなくてね。じゃあスーパーだと思って行ったら、やっぱりそうだったよ。悟りニノさんとってもいい人だからね。ちゃんと私の財布取っておいてくれてね。なんとか思い出してもらうと何十回と試みたけど、おばあちゃんは全く何も覚えていなかった。全く。どうだいとビクトルは勝ち誇ったように言った。証拠なんて何もないじゃないか。あれはみんな夢だったんだろう。そう認めるんだね。とっても美しい話じゃないか。だから手伝ってあげたんだ。でもあれは単なる空想、ファンタジーだよ。僕は何か別の証拠を探そうと考えたけど、悲しいことにあのくるみ以外、アミは手に取って触れられるような形ある証拠は何も残してくれなかった。僕はしばらく考え続けた。すると一瞬、頭の中に一筋の光が差し込んだように感じた。あった。何があったんだい？アミが帰った時、温泉場にいたたくさんの人たちが UFO を目撃しているんだ。これでやっと僕が正しいことが証明できると思った。にもかかわらずビクトルには動じる気配はみじんもなかった。確かにあの日何かが空に現れたのは知ってるよ。ははペドリート、あれからヒントを得てあの話を作ったんだな。
そうだろう。そんなことないよ。証人もいるんだしね。空には正体不明の光が5万と現れているんだ。誰もそれが何なのかをはっきりとは説明できないんだ。大気中の光の屈折かプラズマか飛行機か、空に突然現れた異様な光としか言いようがないね。でもあれを空飛ぶ円盤に結びつけるとは、相当に話が飛躍していると思うよ。おまけに宇宙人と話をしただの、挙句の果てに他の星に行ったとはね。冗談もいい加減にしてもらいたいね。多分お前は将来立派な空想作家になれると思うよ、ペドリート。でも現実と空想をごっちゃにしてもらっては困るんだ。気が触れたと思われて病院に入れられちゃうよ。でも本当だよ。本当なんだ。証拠はといとこは強く要求してきた。みんな夢だったんだろうよ。きっと夢と現実を通り違えているんだよ。よく考えてごらん、ペドリート。彼の言うことなんか認めたくなかった。僕はビクトリーに疲れているから小説の続きを明日にしようと言ってその場は別れた。でもその夜一人になってから初めてアミトのことを疑った。もし本当にビクトルの言うように全て夢だったんだとしたら、そんなことはありえない。でも一体どこに証拠があるって言うんだ？その夜僕はあれこれ思い悩んでしまって眠れなくなり、何か証拠を探すためにまた小さな宇宙人を読み返してみた。こんなに注意深く隅々まできちんと読んだのは初めてだったと思う。そして一番最後のところへ来て、ついに反論できる確かな証拠をつかんだ。あの海岸の岩に刻み込まれているハートのマークだ。そうだ、あれだ。アミの着ていた白い服の胸のシンボルマーク。円に囲まれた翼の生えたハートのマーク。アミが後で愛によって結ばれた人類という意味だと説明してくれたあのマークだ。まるで貯蔵したように岩に刻まれていた。僕は何度もそれを見てる。それともあれも夢だったというんだろうか。確信が持てなかった。だって僕のおばさんは細かいところまではっきりしたとても長くてしかもちゃんとストーリーのある夢を見るって言ってた。まるでテレビの連続ドラマのように翌日には前の夜のストーリーとちゃんとつながった夢を見るって。アミと僕との出会いも何かそれと似たようなものだったんだろうか。いや、そんなはずはない。夢じゃないということをはっきりさせる唯一の方法は、あの海岸にある岩のマークを確かめることだ。もしハートがそこに本当にあったとしたら、アミのこともその他のことも全て紛れもない事実だということが証明できる。でももしもなかったとしたら、単なる美しい夢に過ぎなかったということなんだ。翌日僕はいとこに会った時早速こう言った。ビクトル、証拠があるよ。なんだい。僕とアミとの出会いは本当のことだよ。どうして？いとこはほとんど真面目に取り合おうともせずに言った。海岸の岩に刻まれているハートのマークだよ。何言ってんだよ。みんな作り話だ。もういい加減に忘れろよ。そんなことよりペドリート、小説の続きをしようや。ずっと考えていたんだけど、知的なのみよりもサソリの方がいいと思うんだ。その前に海へ行こうよ、ビクトル。新車を買ったばっかりなんだし。バカなことを言うな。ここから海まで100キロ以上もあるんだぞ。忙しくてそんな暇なんかないよ。それに夢見がちな子供の作り話なんかにいちいち付き合っちゃいられないよ。そんなこと言って、でも小説を書くことには興味があるんだろう。生意気だぞ。それとこれとは別問題だ。俺は自分の小説の練習のためにお前の作り話を書くのに協力しただけさ。でも物事を一緒くたになんかしてないよ。お前のは全てフィクション。想像の産物、作り話だよ。本当のことだ。僕は思わず叫んでいた。
ビクトルは僕を非難するような目つきで見てからこう言った。本当にお前の頭大丈夫か？俺は心底心配になってきたよ、ペドリート。彼の僕をいたわるような保護者みたいな声は僕を不安にさせた。ひょっとして本当に僕は気が触れているのではないか。そう思ったら恐ろしさでいっぱいになった。だからこそ一刻も早くこの疑いに終止符を打ちたかった。ビクトル、じゃあこうしよう。これから海岸へ行って、もしハートがなかったとしたら全て夢なんだから、僕はもうこれ以上この件に関して何も言わないよ。でももし本当にあったとしたら、お前もしつこいやつだな。わかったよ。そんなに行きたいなら今年の夏に連れてってやるよ。今年の夏だって？まだ6ヶ月も先のことじゃないか。我慢しろよ。夏になったらはっきりさせてやるよ。だから今はこの小説を続けよう。テレパシーの能力があるサソリがだ。僕は冷たくて分厚い残酷な壁に突き当たったような気がした。カーッと頭に血が上った。分かったよ。じゃあ僕一人で行ってやる。一人で家を飛び出して、なんとか海までたどり着いてやる。僕はそんなバカバカしいサソリなんかに興味はないよ。もうこれ以上絶対に小説の手伝いなんかしないから。なんだか今日は日が悪い。もう帰った方が良さそうだ。ビクトルは僕の興奮した様子を見ていった。明日また寄ってみるよ。じゃあおやすみ。と帰っていった。もう来なくていいよ。僕は彼の背中に向かって叫んだ。それから自分の部屋に閉じこもり、ベッドの上に横たわった。涙があふれ出す寸前だった。正直言ってちょっとだけ泣いた。ほんのちょっとだけ。でも男は泣いちゃいけないんだ。その夜僕は誰かに愚痴ったり、めめしく泣いたり、悲観して投げやりになったりする代わりに別のことをした。僕は暗闇の中で目を閉じて、1時間以上も海岸にたどり着いた自分の姿を頭の中で想像し続けた。その翌日の午後、ビクトルが口笛を吹きながら現れた。始めようぜ。全く何事もなかったように言った。僕はちょっと距離を置いて冷たく言った。ビクトル、悪いけど僕は今日やらなくちゃならないことがたくさんあってね。と地理の教科書を開いて勉強するふりをした。まあさ、でもほんの1時間でいいよ。いいアイデアが浮かんだんだ。テレパシーのサソリと善玉オフィル人との戦いだよ。僕は全身の血が煮えたぎったように腹が立った。もう爆発寸前だったが、かろうじて自分を抑え、なんとか平静さを装った。無理だよ。じゃあまたね。昨日のことまだ怒ってるの？ステップとは平らな高地が広がった地帯で、高地が、わかったよ。実はずっと考えていたんだ。海岸で少し休養するのも悪くないだろうってね。突然希望の光が差し込んだような気がして、僕はその日初めて彼の顔を見た。金曜日の午後に行こう。テントやキャンプ道具一式持ってね。ついでに海岸の岩にハートのマークがないことを確かめることもできるしね。でもそんなに怒ってんじゃ仕方がないな。怒ってるって？何言ってるの？僕怒ってなんかいないよ。僕は幸せいっぱいな気分でいた。でもビクトル、どうしてそんなに急に意見が180度も変わったの？変わったって？ゆうべ1時間ほどお前を海に連れてってやるかどうか考えたら眠れなくなっちゃったんだ。最後にそうしようと決心したらやっと眠りにつけたんだよ。少し気分転換が必要かもしれないしね。それにいつかお前が本当に怒ってお前の本を俺が手伝えなくなるとね。そんなわけでよくわからないけど、とにかく僕たちは金曜日の午後、荷造りをしてビクトルの新車に乗り込み、
2時間ほどかけて海岸まで行った。幸せに満ちた気分で爽快な潮風を体いっぱいに吸い込んだ。ハミといった宇宙への旅がつい昨日のことのように思い出された。車から降りて例の岩の方を眺めた。海岸の上空に停止している小さな宇宙人の UFO が見えるような気がした。